はい、皆さんこんにちは。エゴドライブの鈴木です。今日はですね、無人コンビニ Amazon Go の体験レポートっていうテーマでね、やっていきたいと思っています。で、これね、体験して思ったことっていうのが、2つありましたね。僕的には、ポジティブというよりかは、どちらかというとちょっとネガティブな印象の方が、強かったんですよね。それ何かっていうとね、店員さんがいない、要は無人じゃないですか。だから店員さんがいないからね、活気がないんですよ。アメリカのスーパーとかって、活気を感じるんですよね。特にカリフォルニアのね、スーパーって、店員さんが結構いっぱいいる。これはね、完全にその消費者目線の話なんですけどね。で、その店員さん同士が結構、ぺちゃくちゃ喋ってるんですよね。で、あれ全然別に嫌な気分にはならないんですよね。日本だったら店員さん同士が話してる、レジとかしてる間に、世間話とかしてたらなんだこのって思うところはあるんですけど、アメリカだと、そういうのって全然感じなくて、店員さん同士が普通に日常会話とかをしてるのは、全然普通っていうか、むしろそれがね、活気を感じるんですよね。で、それがね、全くなくて、シーンとしてる。それがね、ちょっと感じましたね。で、二つ目はね、その店員さんとの会話がないわけじゃないですか。結局人がいないからね、その店員さんがいないんで、店員さんとの会話がないんですよね。それがちょっとね、寂しいっていうふうにぶっちゃけ思いましたね。僕が結構ね、このカリフォルニアのいいところ、カリフォルニアのスーパーのいいところって、その店員さんとのこの人との触れ合いみたいなものがあるんですよね。たまにね、その T シャツすごくいいよねとか言ってくれたりとか、そのメガネってすごい素敵だけどどこで買ったのとか、この間もね、お酒を買いに行った。最近ね、僕ビールはやめて、ハイボールばっかり飲んでるんですけども、そのお酒屋さんに行って、でね、ウイスキーとあと炭酸水を買ったんですね。で、その時に店員さんも、このウイスキー俺飲んだことないんだよねって言われて、どうなのって言われて、いや実は僕も飲んだことないんだけどとかっていう話で、いやハイボールするのって言われたから、ハイボールって言わないのかなアメリカだと、その炭酸割りみたいなことを言うんですけど、すごい好きなんだよねって言ってて、僕はこのウイスキーとこの炭酸水かけて飲んでるんだとか言ってね、結構そういう会話が、普通にあるんですよね。そういうのがね、結構僕個人的にはその店員さんとの触れ合いっていうものはね、好きなんですけども、それがもう全くなかったんでね、ちょっと寂しいなっていう思いはぶっちゃけしました。だからもしかしたらもうちょっと若い子とかだとね、そういう別に店員さんとの触れ合いとかなくていいっていう、うざいみたいなね、ことを思う人も多いのかもしれないんで、もしかしたらね、その Amazon Go のターゲット層っていうのは、僕みたいな40超えたおじさんみたいな人ではなくて、もっと若い人をターゲットにしてるのかもしれないですよね。だから思ったのはね、結構カリフォルニアとかだとどうなのかなと思ったんですよね。日本とかだったらいいかもしれないですね。日本に行くとこれ不思議なんですけどね、その店員さんとの触れ合いみたいなものって求めないじゃないですか。そのコンビニとかでね、買い物する時とかって。だからもしかしたら日本の都心とかにあったらいいのかもなとか思いましたね。あとは成田空港とか羽田空港、のその免税、ああいうところがこういうシステム取り入れたらすごいいいなと思ったんですよね。いつもね、日本に帰って免税で買うんですけど、そのゲート入った後にね、お菓子とかお土産物を買うんですけど、あれね、むちゃくちゃ並ぶんすよ。もうね、外国人の方とか今すごいインバウンド多いじゃないですか。むちゃくちゃ並ぶんですよね。コンビニとかもあるけど、あれがめんどくせえなっていつもね、思うんですよね。あれがだから、あそこに Amazon Go があって、で、取ってね、出るだけっていうのは、これ、もしあったらもうむちゃくちゃ便利だなと思いましたね。あと僕の業界でやれば、ね、車買うのに、ね、無人でっていうわけにはいかないんで、ちょっとそれは難しいと思うけど、例えばレンタカーとかだったらね、これは結構便利かなと思います
ですね。レンタカーぐらいだったらね、わざわざそのカウンターでね、その10分20分ね、ペーパーワークで待ってもらったりとか、そういう手間とかっていうのはね、お客さんも時間ないだろうし、もっとね時間を有効活用したいっていうお客さん多いと思うんでね、レンタカーとかだったら無人でいいかなと思うんでね、そういうので活用できたらいいなっていうのは感じましたね。はい。というわけでね、ちょっと今日はAmazon Go の体験レポートっていう形でね、配信させていただきました。アメリカにいらっしゃる方でもしね、利用されたことがあるっていう方、ぜひぜひ感想なんかも聞かせてください。もしね、日本で聞いてらっしゃる方も、もしアメリカにね、今後来られることがあるようであればですね、ぜひぜひAmazon Go を利用してみてください。で、そしてね、感想なんかも聞かせていただけると嬉しいです。はい。というわけでね、今日は Amazon Go の、体験レポートをお送りしました。